この世界における犯罪の中でも最も罪が重いとされる7つの大罪の一つ、愛を口にしてしまったご主人様は異端審問官たちの手によっていずこかへと連れ去られてしまった。記憶を失い、この世界の全てともいえる主をも失い、絶望の淵に立たされたあなたは犯行奴隷の烙印を押され、ゴルゴダと呼ばれる薄暗き牢獄へと連行される。この場所こそがこれからの過酷な運命を方向づける人生のターニングポイントになるとも知らずに。ここが貴様の待合室だ。よう、俺と同じ牢に入れられるとはお前も相当運が悪いな。まあいい、そんなことより薄暗い中で退屈してたところだ。この俺と一つ腕試しでもしてみねえか？お前とだったら楽しめそうだぜ。俺の名はレブロブス。シャバにいた時には最強の白き羽なんて呼ばれたこともあったんだな。お前もこの待合室に入れられたってことは、俺と同じ7つの大罪を犯した死刑囚なんだろう。なんだ、知らなかったのか？この場所は生贄の待合室と呼ばれる死刑囚たちの吹き溜まりなんだぜ。そこのデカブツさんよ、知る者は言わず言う者は知らずって言葉知ってるかい？真実なんてものはいつも事件の当事者は知らねえ方が幸せなもんさ。なんだてめえは。俺の名はガイウス。人は俺を疾風のガイと呼ぶ。さては貴様、貧乏人から正義の味方だなどとおだてられ、200人以上もの権力者の家を襲っては惨殺を繰り返し、天津さえその盗んだ金をくだらない貧乏人どもに恵んで歩いたって噂のあの偽善者のガイか？仰ぎて天に恥じず。本来捕まりさえしなければ盗みも殺しも黒き羽の連中が称賛している行いさ。問題は俺の羽の色が白だという現実があるだけに過ぎん。俺は今まで自分の行動を少しも恥じたことはねえ。だが俺も前に聞いたことがあるぜ。パンデモニウムの町にいた奴隷の分際で自分の主人である領主をも殺し、この世には初めからありもしない自由とかいうものを追い求めてさまよい歩く腕力バカの逃亡奴隷レブロブスとかいう世間知らずの名前をな。なんだと貴様。うるさいぞ貴様ら。大体この坊の警備をするはずのピリポのバカはどこにいるんだ？僕は
ここにいます。貴様、また怯えて隠れてやがったのか。てめえはどうしてそう臆病者なんだ。こっちまでイラついちまうぜ。あのピリポって監視はよ、生まれついての臆病者なんで、他の看守たちからいつも手ひどくいじめられてるのさ。弱虫野郎め、いつもいいようにやられやがって虫唾が走るぜ。黒い羽を持つ奴らにとっちゃ弱者であること自体がすでに罪深いことなのさ。俺たちは牢獄に入れられるような犯罪者だが、あの弱虫のピリポに比べりゃ100倍はマシかもな。さすがは7つの大罪をあえて犯すようなモラルの低い極悪人どもね。このプラハ様が獄長を務める牢獄内で騒ぎ立てるとは、いい時をしてるじゃない。殺すんならさっさと殺しやがれ。殺せですって世の中殺されるよりあえて生き続けなければいけないことの方がよっぽど苦しみが多いものよ。それに今この瞬間にも飢餓や戦で世界中の人間が何百万人もボロクズのように死んでってる。人の命なんて、ましてやお前たち白き羽の奴隷の命なんてパン一枚の価値すらないというの。あんたたちが死刑なんて軽い刑罰で済まされるわけがないじゃない。正義、自由、挙句に愛ですって。この世のどこを探せばそんなものがあるっていうのよ。中でも愛なんていう目に見えない最大の偽善を自分の飼い主に信じ込ませ、破滅の道に追い込んだあんたの罪は万死に値するわ。監守兵、これ以上彼らが騒がないようしっかり見張っておきなさい。いいかいゲニアども、この奥の独房にはお前たちなど本来なら足元にも及ばないようなやんごとなき身分のお方が入っていらっしゃるのだ。これ以上騒ぎ立てるようなら容赦はせんぞ。やんごとなきお方だとくだらねえ。そういや聞いたこともある。確か何年か前に太陽の神殿と呼ばれる神殿の大神官が権力争いに敗れ、このゴルゴダの牢獄の中に閉じ込められたって噂だ。ああ、大神官だ。神官がどれだけ偉えってんだ。そこの筋肉バカは知らねえだろうが、黒き羽の連中は自分たちを神話の中に出てくる創世紀戦争で勝ち残った神の子孫だと考えてやがる。そんな黒き羽の連中の中でも特に大神官と呼ばれるやつらは神々に最も近い存在として脅威と戦慄の対象だ。何せ大神官ってやつら頭に角が生えている上に常人には考えられねえような魔導の力が使えるって話だからな。嘘くせえ。そんなにすげえ力があるんならとっくにこんなところから逃げ出してるはずじゃねえか。デマだよデマ。どうせインチキくせえほらじじいに決まってる。第一ここは悪名高い生贄の待合室なんだぜ。こ
こんな牢ぐらい出ようと思えばいつでも出られるわい。わしの悪口を言う時にはもっと堂々と大声で話してもらいたいもんじゃな。誰かが誰かの悪口を言う場合には大抵その相手の優秀さを心の底では嫉妬しておるという何よりの証じゃ。それに今日のところはお主たちもそろそろ床についた方がよかろう。これ以上騒いでおるとまたぞろそこで怯えている臆病者の看守が痛い目に遭わされそうで見るに耐えんわい。お主たちとて弱い者いじめをいつまでも見物し続けるのが本意ではあるまい。バカらしい。俺はもう寝るぜ。正義、自由、挙句に愛ですって？この世のどこを探せばそんなものがあるっていうのよ。貴様たちの言うように俺の思いは一方的なものかもしれない。だがそれがどんなに罪深い行為でも俺はこいつのことを愛しているんだ。眠れないの？随分とうなされたんで心配したんだ。あんたはいい人なのにどうしてこんなところに入れられたの？そっか、あんたのご主人様は僕らと同じ黒き羽なのに白き羽の奴隷であるあんたのことを好きになっちゃったんだ。異端審問官の目の前で愛なんて言葉を恐れもせず口に出しちゃうなんて、そんな勇気僕には想像もつかないよ。それって本当に発情でも執着心でも所有欲でもない特別な感情なんだよね。黒い羽の僕らの間でもごくまれに親兄弟なんかの間でそれに似たような感情が芽生えるって聞いたことがあるけど、それだって自分の子孫を後世に残すための単なる種族保存本能なんだって僕らは教わってきたんだ。自分のご主人様が心配で、それであんたはここを出たいのか。僕にはその愛とかいうものがなんだかよくは分かんないんだけど、なんか羨ましい話だ。僕は比較的裕福な黒き羽の家に生まれたおかげで今はまだ7つの大罪の一つ弱者の罪には問われないでいるけれど、生まれつき体の弱かった僕を両親は周りの人たちに見られたくなくってわざとこの日の当たらない地下牢の看守にしたんだ。僕のことを知られたら自分たちが困るから。ねえ、愛って本当にこの世にあるのかな？早く逃げだよ。さっき僕がみんなにいじめられていた時、
君だけが僕を笑わなかった。他の看守や黒い羽の囚人たちだって相手にもしやしない。臆病で体の弱いこの僕の話を君だけが真剣に聞いてくれたんだ。僕みたいな育児なしはほっといたってそのうちみんなになぶり殺される。両親も初めからそれを望んで僕をこの場所に入れたんだ。なんだか君が羨ましい。もしも僕が君たちみたいに健康な体に生まれ変われて、それで僕にも愛するご主人様が現れるんなら、たとえ君たちのような奴隷階級の白い羽に生まれ変わったとしても、きっと僕は後悔しないのに。ねえ、愛って本当にこの世にあるのかな。間違いない。あれこそは邪神の大邪神の復活を表す救世主の証。あれだけ痛かった体の傷がおいフィリポ、お前その背中、羽の色が真っ白になっちまってるぞ。僕はどうしちゃったのかな。何をしておる。早くそこから出るんじゃ。急いで逃げ出さんと他の看守どもがすぐにやってくるぞ。何がどうすれば。僕はどうしたらいいんだろう。そんなこと決まってんだろ。お前も一緒に脱獄すんだよ。こんなところで白い羽に変わっちまったお前を見つけて、あの看守どもが黙って放っておくわけがねえだろうが。いいから早く他の牢も全部開けろ。俺たちだけじゃさすがに手が足らねえ。だけど僕には。お前も俺と一緒にこいつのご主人様とやらを助け出して、その顔を見てえとは思わねえのか。こいつの飼い主だってんだ。さぞかし邪悪な顔つきをしてるこったろうぜ。気を引き締めよ。奴ら現れおったぞ。
レブロブス、お前見た目ほどにはバカじゃねえようだな。わからいんだわからやって。おい、すまんな、わしのローマで開けてもらって。わしの名はヨハネ。高貴なる黒き羽の大神官にして神聖なるネクロマンサーの大魔導士。本物だってんならなぜ魔法を使わなかった？全く面目ない話じゃが、死人がいなくてはわしらは魔法が使えんのでな。何せ魔法にはその触媒として大量の生贄の血液が必要なのじゃ。その上奴らに魔道具の釈状を取られてしまっておってな。わしはいつの間にか忘れておったのかもしれん。この世界がたとえ今まさに深海に沈みかける船であったにせよ、座して死を待つよりはあえて家中の栗を拾うことを良しとすべきだということ。それより急いでここを抜け出さんと、すぐに追っ手がやってくるぞ。大邪神の名を語るろくでもない偽善者のくせに、このゴルゴダの牢獄から力ずくで脱走しようと試みるなんて、案外いい心がけじゃない？そうよ、そこの囚人たちの言い分じゃないけれど、この世は力こそが全て。あんたたちがたとえどんな罪を犯そうと、目撃者さえいなければ犯罪は成立しやしない。つまりあんた自身はあんたの飼い主のことをちゃんと守って、あの異端審問官たちをぶち殺してさえいれば、私の弟が罪に問われるようなことは金輪際なかったのよ。さあお前たち、やっておしまい。皆の者、来るぞ。
あ、そういえばこの奥の独房の中に黒き羽の小さな女の子が閉じ込められてるって話を聞いたことが。なんだと？なんでもそこに入れられている女の子はお肉屋さんに夜な夜な忍び込んでは大量の動物を盗み出して自分の家まで連れ帰っちゃってたらしいんだ。だけどその程度の盗みなら普通は捕まってその場で殺されて終わりだろうによ。ところがその女の子は捕まった時にお肉屋さんに逆に食ってかかって、動物を殺すのはかわいそうだなんてとんでもないことを言っちゃったらしいんだ。なんだそりゃ。かわいそうって言ったって殺さなきゃ肉なんか食えねえじゃねえか。そいつ相当どっかおかしいんじゃねえのか。どうする？ここの独房の鍵も開けた方がいいのかな。突然何しやがったてめえ。プリカとゴもおかしくないもん。鳥さんも豚さんもヘビさんもカエルさんもみんなあんなに可愛いのに、どうかしてるのはみんなの方だよ。だけどなお嬢ちゃん、人に限らず動物は他の動物の命を奪わなければ生きてはいけない罪深き生き物なんだ。お肉なんか食べなくてもみんなでコーンやブルーベリーなんか食べてればプリカは平気だもん。そりゃ本当はハンバーグなんかも好きなんだけどさ。それよりこいつどうすんだよ。そうだよな。今そんなお荷物に構ってる場合じゃねえよな。さっさと武器になりそうなものでも探してとっととここからおさらばしようぜ。お主泣いておるのか。不慮の事故とはいえお主までお尋ね者にさせてしまったようじゃのう。そういうんじゃないんだ。弱虫だった僕があんな風に立ち向かうことができたなんてなんだか嬉しくて、まるで。おい、弱虫って一体誰のことだ？己の正義にかなうことを知りながら実行しないものを弱虫という。恐れを知って恐れを知ってしかもそれを恐れざる者こそ真の勇者なり。古より伝わる邪教の教えじゃな。それならこういうのもあるぞ。勇気こそ君よ。これこそ男をも女をも最も美しく見せるものなり。お主の見せた勇気こそがその姿を変えさせた真の正体なのかもしれんな。面白い。どのみち俺たちはお尋ね者の脱走犯だ。一人で逃げても追っ手の連中と戦いづらいだけ。しばらくの間ちょいと手を組むしかなさそうだな。この際じいさんに一言だけ言っておくが、他のことはともかく人のセリフを勝手に奪うな。